街を建設する巨大な回転体。その背中のタンクの中にあるのは、時間とともに硬い石へと変わるドロッドロの液体だ。一度走り出したらもう止まることは許されない。もし回転が止まれば、タンクの中でコンクリートが固まり、車そのものが巨大な鉄の塊になってしまうからだ。なぜ運んでいる最中に固まらないのか。ここには重力と時間に抗う回転の科学が隠されている。そして街をきれいにするもう一つの巨大な顎。次々と放り込まれるゴミ袋。しかし車の箱は決して満杯にならない。まるでブラックホールのようにゴミを飲み込み続ける強力な圧縮のメカニズム。これはただの作業車ではない。街の創造と再生を支える働く車の心臓部である。さあ、乗り物ワンダー、乗り物秘密図鑑の始まりです。橋を作るコンクリートを運ぶ車、コンクリートミキサー車の秘密を探るよ。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車を紹介するよ。ここがコンクリート工場か。コンクリートミキサー車ってどんな形をしているんだろう。ポポ、こっちよ、こっち。これがコンクリートミキサー車か。でも見た目は普通のトラックみたい。横から見るとこうなってるの。これがコンクリートミキサー車よ。わ、後ろの部分に大きな樽みたいなものがあるよ。しかもぐるぐるずっと回ってるよ。コンクリートミキサー車はこの大きな樽でコンクリートを運んでいるのよ。コンクリートってあのコンクリート？そうよ。ここでクイズ。コンクリートミキサー車が運んでいるコンクリートの材料はセメントと砂利と砂。もう一つは何でしょうか。1、炭酸水。2、お水。3、海水。透明な液だからわかんないよ。ねえ、早く答え教えて。正解は2の水。セメントは水を混ぜることで固まる性質を持っているのよ。いろんなものが混ぜられているんだね。これは何？コンクリートを1日置いたものよ。だいたい1日あればコンクリートは固まるの。音がした。本当に固まっているんだね。コンクリートミキサー車はドラムと呼ばれるこの樽の中にコンクリートを入れて運んでいるのよ。これは車体の上の部分。ホッパっていう入り口にコンクリートを入れるの。すごい！中はこんな感じで回っているんだね。コンクリートが硬くなってしまわないように常にこうやって回しているの。
ムが逆回転し始めたよ。コンクリートをドラムの外に出すときは逆回転させるのよ。Ambulance speeding down the street, helping people when they meet. Flashing lights and beeping loud. Everyone gets out the コンクリート crowd. が出てきた。シュートという滑り台みたいな部分からコンクリートを排出するのよ。このコンクリート工場でどのようにコンクリートミキサー車がお仕事をしているか見せてくれるらしいわよ。わあ、楽しみ。それにしてもすごい数のコンクリートミキサー車だ。ここには30台以上のミキサー車がいるのよ。あれ、なんでここに違う車がいるの？これはホイールローダーね。コンクリート工場では運んだ砂利などの材料をベルトコンベヤーに乗せて工場で混ぜてコンクリートミキサー車に入れるの。早速コンクリートの材料をショベルですくっていくわよ。Place to place, sky's the limit in this race. Dump truck rolling to the site, hauling dirt with all its might, building castles big and strong. No Ramono working long, no Ramono wander in the town. ここに入れた砂利はベルトコンベヤーに乗って建物に届けられるのよ。ポポ、混ぜた材料をミキサー車に積みに行きましょう。天井から雨が降ってきたよ。もしかして屋根に穴が開いてる？雨じゃないし屋根に穴も開いてないわ。暑い時期だけこのシャワーでミキサー車のドラムを冷やしてコンクリートが硬くならないようにしているのよ。それじゃあ放出。このコンクリートミキサー車には合計 9.2 トン分のコンクリートが入るのよ。こうやって運ばれたコンクリートが高層ビルや橋の材料になるんだね。その通り。材料の種類や割合を変えることでコンクリートの強さは変わるのよ。みんなが渡る橋が頑丈じゃなかったら渡った人は落ちてしまうわよね。それだと困るから特に頑丈なコンクリートを作るときは特別な材料を使っているの。お仕事から帰ってきたら洗車場に行くのよ。この作業員さんは何をしているの？ホッパについたコンクリートを洗い流しているのよ。コンクリートは早めに落としてあげないと固まってしまうからお仕事の後はこの作業が必要なの。シュートについたコンクリートもきれいに落ちているね。ポポ、コンクリートミキサー車のお仕事は分かったかな？これからは街中のいろんなコンクリートを見るたびにコンクリートミキサー車と運転手さんにありがとうって感謝しなきゃ。いつもお疲れ様です。
ありがとうございます。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車でした。みんなも身の回りにどれくらいコンクリートが使われているか探してみてね。それじゃあみんなバイバイ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは清掃車だよ。あらポポ、とっても楽しそうだけどどうしたの？だってこれから清掃車を見に行くんだ。だって僕清掃車大好きだからね。ストップ、止まってポポ。なんで？ここが清掃車がいる練馬清掃事務所よ。あれ？でも清掃車がいないよ。見てポポ、作業員さんが出てきたわよ。本当だ、たくさんの作業員さんが出てきたけど清掃車がいないよ。清掃車はこれから来るのよ。見てポポ、清掃車が来たわよ。うわー、やったー！これが清掃車よポポ。清掃車の大きさはおよそ5メートル、重さはおよそ4トン。カバと同じくらいの重さなのよ。作業員さんが清掃車に乗り込んでいくよ。うわー、かっこいい。これからみんなで手分けをして集積場を回って街をきれいにするのよ。さあポポも急いで、清掃作業が始まるわよ。ゴミ集めの様子を見せてもらうぞ。行ってきま早速着いたわよ。実はこの圧縮板という装置でゴミをかき込んで奥に押し込んだからよ。作業員さんがボタンを押したら圧縮板が動いた。圧縮板のおかげでゴミがなくなったように見えたのか。この圧縮板を押し込む力は6トンもあるから、より多くのゴミが積めるのよ。ちなみにこの清掃車で 1.5 トン、家庭で出るゴミのおよそ1000人分を運べるそうよ。
でも押し込まれたゴミは中でどうなってるのかな？清掃車の中が見える特別な車があるけど見てみるかい？お願いします。この車なのかな？一体どうなっているのかな？うわー、中が見える。スケルトンの清掃車だ。この清掃車は中が見えるように特別に作られた車で、ゴミが押し込まれていく様子がわかるでしょ。本当だ。これなら1000人分のゴミが積めるのもわかるね。でももっとゴミがあるときはどうするの？もっと大きな清掃車が活躍するんだよ。もっと大きな清掃車がいるの？たくさんの家族が暮らすマンションや団地などでゴミを集めてくるのが大型清掃車なのよ。これが大型清掃車よ。普通の清掃車よりも一回り大きくて力持ち。しかもゴミを多く積み込めるのよ。作業員さんがゴミの入ったコンテナと呼ばれる大きな箱を清掃車にセットして、レバーを上げると箱を持ち上げて一気にゴミを入れ込むのよ。大型清掃車は一度に2トン以上、およそ1500人分のゴミを運ぶことができるそうよ。すごい！大型清掃車は力持ちなんだね。でも集めたゴミはどうなるの？いい質問ね。ここでクイズよ。集めたゴミはどこに行くでしょうか。みんなも10秒考えてね。A は清掃工場か。C は海か。B の清掃事務所に持ち帰る？わかったかな？正解は A の清掃工場へ持っていくでした。街で集められたゴミは清掃工場に集められて燃やされるのよ。清掃車の後ろが大きく開いて、中にある板でゴミを押し出しているのよ。うわー、いっぱいゴミが吐き出されてきた。ゴミを出し終えた清掃車はまた街に出て、1日何回もこうやって清掃工場に運んでいるの。作業員さんたちは大変なんだね。集められたゴミはこのクレーンでかき混ぜてから焼却炉で燃やすのよ。うわー、すごい量のゴミだね。このクレーン一つかみでおよそ3トンものゴミがつかめるの。
クレーンの下が焼却炉になっているのよ。焼却炉は800度以上の高温で24時間ずっと燃やし続けているのよ。そしてこのゴミを燃やした時の熱は発電や温水プールなどに利用されているのよ。この中に燃えないゴミがあったら大変。分別は大事なことなんだね。ポポ、清掃車のことが分かったかしら？清掃車のおかげでゴミのない綺麗な街でいられるんだね。リユース、リデュース、リサイクルに取り組んで僕もゴミを減らさなきゃね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは清掃車でした。それじゃあまたね。